Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. Rewind, when we rewind. やっと13時間とそして乗り換えともう一本飛行機を使ってリヤドのホテルにチェックインしました。結構長かったんですが、ちょうど日本立ったのが夜の12時ぐらいだったので、飛行機ね12時間中10時間爆睡ということで、なんかあっという間に着いた感じです。外の景色はこんな感じで、やっぱ砂漠の真ん中っていう感じがしますね。ということでサウジアラビアのホテルに着きました。こちらがフェアモントホテルといって空港から約20分のところにあるんですけれども、日本そしてアメリカから招待された競馬関係者の方がたくさん泊まっているホテルになります。私はこちらに今火曜日なんで火水木金土と泊まって、日曜日にはこちらを立ちます。だから5泊ですね。で日曜日経った後はドーハに1泊してから日本に帰ります。今回はいろいろなイベントも用意されていて、水曜日の夜に抽選会があって、木曜日の朝には調教朝食会、そして夜はウェルカムパーティー、金曜日は1日フリーで、土曜日が本番のレースになります。結構ねイベント盛りだくさんなんですが、もう何回もねサウジいらっしゃってる方も関係者の方には多いので、だいたい皆さんね金曜入りもう前日直前に入られるか、ちょっと1日置いてね木曜日入りの方が多いみたいです。私は多分結構早い方なんですが、フルフルね5日間使ってリヤド滞在します。その間にいろいろ観光行きたいなと思っていて、ここリヤドは少し前まで2019年までは観光客のね入国禁止でした。それまでは駐在されている方とかお仕事でいらっしゃっている方しか、この街を訪れることができなかったんですね。で女性の方は、ここねちゃんとストールヒジャブって言うんですけどね、あちらを巻いて外出しなければいけないっていう法律が外国人の方にもあったし、でガイドブック読んだんですけれども、未婚の男女カップルが同じ部屋で泊まるっていうことが禁止だったので、それぞれのお部屋をそれぞれ取らなければいけないとか、あと今でもねお酒禁止なんですよ。だから持ち込んだりお酒をホテルで飲むことも全て禁止されていますね。えもう娯楽がないですよね。掛け事もダメだから、馬券もね発売してないんですよ。掛け事ダメ、お酒ダメ、あとなんか男女でそういうねなんか、結婚する前は付き合っちゃダメみたいな感じの結構厳しい法律、宗教上ね厳しい国なので、皆さんね、なんかそれが生まれた時から当たり前だと当たり前なのかなって感じするんですが、なんか日本のね国から見ると結構厳しいなっていう感じしますね。そして食べ物も豚肉禁止です。だからさっきホテルで食べたのは鶏肉とあとエビ食べましたねが入ったお弁当っていうセットがあって、そちらを食べました。でその中にはねスイカとかあとライチとか入ってたんですが、味は鶏肉がちょっと硬かったかな、結構硬いなと思って噛み応えある鶏肉を食べてました。まだねこちらの料理ビリヤニ的なねお米を炊いて、その上にラムとかあとは鶏肉と一緒に蒸したような食事が一般的だそうなんですが、まだそちらは食べてないので、今日は明日どっかのタイミングで食べれたらいいなって思ってます。でこの近くちょっと何があるかね全然見てないんで散策したいなと思っているんですが、近代的な建物も多くてショッピングモールとか展望台もあるということなので、そちらに行ってみたり、あと世界遺産もこの街の近くにあるのでそちらも行ってみたいなと思って予約しています。だから今回ね5日間6日間滞在するので結構長い Vlog になるかなと思っていて、まだ決めてないんですけども、前編後編に分けようかなって思っております。そしてこちら結構寒いんですよ。今ねT シャツの上にこうやってパーカー着てるんですが、なんか部屋の中でこれでちょうどいいっていうか、外は18度20度あるって書いてあるんですが、やっぱ結構涼しい感じがするんですよね。湿気がないのかなと思って、こちらの季節で冬に当たるんですけども、なんか薄手のニット持ってきたらよかったなーってちょっとね今思ってます。持ってきたのね T シャツで、これあと1枚カーディガンとミリアドラパーカーとかねキャップなんで、 T シャツの上にカーディガン羽織るのか、あとはセットアップのディオールのジャケットがあるのでそれ着てもいいかなって思ってます。
思ったよりね寒くて、なんかねこうハイネックの薄手のニットを持ってくればよかったなって本当ね今ちょっと思ってます。だけど結構ね夜パーティーとかもあるんで、ロングドレス着たりとかねワンピース着たりする時間多いかなと思って、なんとか T シャツとカーディガンとこちらとミリアトルパーカーでしのぎたいなーって思ってます。さて今日はですね1日フリータイムなので、到着したのがだいたい11時半でお部屋の準備ができたのが1時半ぐらいだったかな。でその間に昼食とったんですけれども、今ねお化粧してちょっと部屋にねこう服をかけて片付けして一息できたので、近くの街に行ってみようかなって思ってます。ホテルの方に紹介していただいて、車で30分行ったところにあるかわいい C 社カフェを教えていただきました。ここは1階がお花屋さんになっていて、造花と生花がたくさん置いてありました。店内はこんな感じになっていて、とても可愛らしくて女性受けしそうな内装です。アイスクリームもありました。テラス席を案内していただきました。この時間はまだ早かったのでお客様が少しまばらだったんですが、夕方になるにつれて少しずつ増えてきました。そしてメニューがなんとアラビア語表記だけなんですね。英語の切り替えあったかもしれないんですが、何回やっても分からなかったので、フレーバーのことは店員さんに直接聞きました。今回はレモン系の味を選んでいただいて、こうやってね調整していただきました。料理のメニューも少しあったんですが、皆さんどっちかっていうと料理というよりも飲み物と C 社を楽しまれていたお客様が多かったです。これがサージカップデーのパスになります。大会期間中は常に持ち歩いていました。リッツ・カールトンホテル着きました。すごい入り口とってもゴージャスです。中のエントランスとっても広いですね。ゴージャスです。ピックアップしていただいて車で40分ほど砂漠を走りました。どんどん赤土になっていきます。向こうの方にバイクがたくさん止まっているのが見えます。ラクダもいます。ラクダ乗るの怖いんで今回動画だけにしておきます。次はこれに乗ります。ちょっと私ペーパードライバーなんですけど、砂漠だからちょっと大丈夫ですね。信号ないし、ちょっと乗ってみたいと思います。一人で運転してます。最初は運転してもらって後ろに捕まって乗っていたのですが、少し慣れてきたので自分でも運転してみました。スピードを出すのが怖かったです。そしてこちらではラクダ以外に馬もいました。3頭ぐらいいたのですが、この馬の背中に乗ってこの近くの砂漠を散歩することができます。とっても可愛いですね。時刻は5時半前になりました。本日は6時から6巡抽選会がキングアブルダージーズ競馬場であります。時間がですね6時から確か10時だったかな、9時だったかな、その幅があって、その間にしますよっていうことなんですが、ほとんどのレースがもう枠順決まっております。というかね、メインレース以外ほぼ決まっておりまして、だから1レースね抽選するって言ったってどんなに時間かかったって1時間かからないじゃないですか。だから私の予想では早く行っても多分誰もいないのかなって思うし、少しずつ関係者の方が集まってね、なんとなく人が増えたらやりますよっていう感じなのかなって勝手に思ってるんですが、とりあえずね6時からっていうことなんで5時半に準備してホテル出ようかなって思っております。ホテルから競馬場がねちょうど30分あるんですね。結構遠いんですよ。なんでちょっとこれぐらいにねロビーに下に降りていったら誰か日本人の方いるんじゃないかなと思って、そしてね野外なんで、これちょっと寒いですね。この野外この格好寒いんですけれども、これにコートを羽織ってストールも持っていこうかなってね思っております。一応気温は
16度ってあったんですが、砂漠の夜なんでね、ちょっと結構冷えるんじゃないかなって思ってます。今日は午前中砂漠に行ってバイクに乗った後は、ホテルでランチビュッフェを食べて部屋でゆっくりしていました。そのランチビュッフェついに食べれたんですが、これがとっても美味しくて、もう和食もあるし、でパスタピザの洋食もあるし、で中華もあったし、こちらの現地のカレーの料理もたくさんありました。とっても美味しかったので、今度はディナーでも行ってみたいと思います。では準備完了したので、これから下に降りてって、行きたいんですが、日本人の方いるかな。一人ぼっちなんで心細いんですが、行ってきたいと思います。ブルダージ競馬場着きました。風が結構強くて寒いですね。先ほどまで音楽なかったんですが、ちょっとなんか賑やかな感じになってきましたね。コートとストール持ってきて大正解な予感です。いよいよ枠順抽選会が始まります。主催者の方の挨拶がありました。さて、今回一番注目されているのは、この香港で連勝しているロマンティックウォーリアです。なんと3枠を引きました。実は3枠って結構有利なんですよね。周りの方もね、とても喜んでいます。さて、いよいよ日本の馬フォーエバーヤングの順番になりました。去年3歳のサウジダービーを勝った馬なんですが、この馬も大変注目されています。日本からは4頭馬が出ているんですが、その中でね、一番人気なんです。さて、枠はどこになりますかね。もう内枠が結構埋まっていたので、なんとですね、一番大外の14番引いてしまいました。ということで、今回は枠順抽選会までの様子をお送りいたしました。また後編でもお会いしましょう。バイバイ。